今日はこのフレーズの指使いを教えるわけではございません。正確に言うと、指の形だけ丸暗記してもセッションに行ったら1ミリも使えません。なので、せっかく今このフレーズを聞いたので、このフレーズを出しにしてどんなキーでもどんなポジションでもアドリブが引っ張り出せるように、一生ものの指板のシステムを解剖していきます。なので、このフレーズを知った上でセッションで使ってみたい、自分なりにアレンジしてみたいという方はぜひとも最後まで見ていてください。ジャズギターの深淵へ。ニューヨークで体験した旋律のジャズ。初心者から簡単にウエスやパーカーのジャズを体験しよう。極上のフレーズとビバップの真髄を知るチャンス。LINE 登録で譜面配布まるぞ。動画見放題6キュッパ。個別 LINE 指導1日パ。予約受付中。君のギターが今生まれ変わる。ジャズ生活の彩りをどうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日はインクレディブルジャズギタリストウエス・モンゴメリーから学ぶウエスフレーズやっていきましょう。このフレーズウエス・モンゴメリーの中でもちょっと変わったフレーズになっております。ここぞという時にね、弾いたらみんなびっくりするようなフレーズですね。先にもう答え言っておきましょう。ドミナントの時に3度メジャーです。では本質に入る前に今日のフレーズが鳴っている現在地をしっかり把握していきましょう。今回のキーは F です。 F メジャーのキーね、この中でG マイナー7、2度マイナー7、C7、5度7、1度メジャーという感じで2、5、1使いましょう。ジャズのコード進行、王道のやつですね。ではここからいきなりフレーズに行かずに、まずこのコード進行深掘り15秒間だけやっていきましょう。コードフォーム、指の形を追うのはやめてください。大事なのはこの2度マイナー7、5度7、どう音が変わったかな、耳でしっかり捉える。この前提があるからこそ後半でやる別ポジションや他のキーへの転調をした時でも頭が真っ白にならずフレーズがスルッと出てくるようになります。では実際のフレーズの中でコードが鳴るトレーニング、バッキングの響きから耳に叩き込んでいきましょう。はい、ということでちょっと余分にやってしまいましたが、こういう感じでコンピングね、とうとうやる方はやってみてください。はい、ということで大変お待たせしました。それではフレーズの解説いきましょう。ということでこちら、フレーズを練習する上で大事な3つのポイント。はい、1つ目コードポジション、2つ目コードトーン、3つ目スケールとなってます。で、このスケール何を使うんだ、モードスケール、中スケールを使っていきます。1つ目のコードポジション、ギターの場合だと同じ音が違う弦にあったりしてワイヤーになってもね、コードもいろんなところで弾けてしまうと。ギタリストの場合だいたいこの6弦と5弦のあたり慣れてるので、この辺りを中心にそのフレーズの音に応じて高いところで弾いてるならこの高めのところをね選んでいただければと思います。で、今日はこちらですね。ということで最初 G マイナーのコードポジション、ここですね。では次コードトーンいきましょう。コードトーン、コードを形成する大事な中心となる音です。この音を鳴らせばこのコードが聞こえてくるというような感じですね。1度マイナーサード、5度7度、1度マイナーサード、5度7度、1度となります。ではこのコードトーンをつないでいくという感じでスケールやっていきましょう。 G のドリアンスケールですね。1234567 1234567 となります。ということで G マイナーで弾いた時に外れない音が分かりましたね。ではフレーズやっていきましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、ここまでになりますね。では見ていきましょう。この音から始まってますね。この音はなんだ、1357から半音下げた6度から始まってますね。6、7いって5度マイナーサード、1度、2、3マイナーサード、4度という感じです。なのでこの6度はセブンスにアプローチとも考えられるね。こういう響きを体現したいのかもしれませんね。最初にちょっとダークな感じね。そこからコードトーン、セブンスからコードトーンに下がっていく。で、あとスケールで上がっていくと4度まで。なのでかっこいい2度のフレーズですね。淡々とねいくような感じです。こっからどういくか見ていきましょう。では今度、5度セブンス C ですね。ここポジション見ていきます。すごい見にくいですね。高いからね。ケージドシステムの C フォームですね。こっちちょうど C だね。このポジション見ていきます。ではコードトーンいきましょう。1357135 7ですね。
ではミクソリディアンスケール1234567123456ですね。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4なります。なんか急に変な感じになったね。これ何でしょう。この音、はい、フラット9から始まってますね、みたいなね。よくあるフラット9から始まってます。まあ王道ですね。ドミナントから言うとね、ここからメジャーサード行って、でこの後この音6度だね。でこの音フラット9の音だね。オクターブ上がったね。で次メジャーサード行って6度来たという感じです。なんだこれはと。もう一回数字だけでいこうか。フラットナインスメジャーサード6でフラットナインスメジャーサード6だね。なのでここの C7 スケールコードから見たときにフラット9だけがちょっと異常なというかね音だよね。だけどもこれの場合だとこっちでやろうかね。セブンスがあるけど今回セブンスなくて6度だね。こんな響きになるんだね。おかしいですね。これ何が起きてるか。さっき言った3度のメジャー7、この場合だと A メジャーですね。はい、音符を見ていきましょうか。これ A から見ていくとメジャーサード5度1度メジャーサード5度1度となってます。はい、思いっきりドミソドミソ135135と使ってます。メジャーサード。なんでこういうことができるんだ。裏コードと言ってもちょっといいかもしれないね。裏コードっぽいアプローチ。2度マイナー5度7 1度2度マイナーという感じで余計なことをするですね。G マイナー7いったらこの裏弦5度の関係裏 D フラットマイナー、G フラット7いって F に行く感じだね。1度マイナーサードフラット6度が入ってるんだね。1度マイナーサードフラット6度フラット13という感じのこの音フラット13の音 G から見るとナインスだね。なのでここだけちょっと拝借してる感じだね。この時にねという感じでやっている。裏コードプラス G のナインスをね取ってる感じでもあるね。だけどもこれ A の1度3度5度をずっと駆け上がってる感じ なのでこれがコードトーンの持つ飛躍感ですね。でそれにコードからちょっと変なとこに行ってるよね。なのでフラットナインってサード行って6度行ってっていうところだね。なので一瞬ふわっとするんだね。なのでこのフレーズの時はメジャーサードのコードトーン135度を見るっていうのがポイントですね。 C7 から見ても全く変な音は使ってない。だけどもこれがコードトーンの持つ飛躍力プラス25の中でありえない A の135度コードトーンを弾いて変なとこに行ってる感覚があるよね。だからこれがこのフレーズのポイントですね。で最後忘れてたね。この音いきましたね。 C7 の5度に帰ってきたというところですね。ではこの後やっていきましょう。ではコードポジションここ見ていきます。でコードトーン135713571となります。では、スケールアイオニアンスケールメジャースケールですね。F の123456712345671なります。メジャー7ですね。では
フレーズやっていきましょう。1、2、3、4。となっています。では最後のフレーズ見ていきましょう。はい、これですね。メジャー7から一度来て、6度、4度行って、5度行って、メジャー7行って、1度行って、4度行って、メジャーサード。ね。落ち着きそうでなかなか落ち着かない、ちょっとフラフラして最後に帰るという感じですね。これもコードトーンとそれ以外の音あるよね。これバリー・ハリスさんの、6 Diminished のリハモナイゼーションの、理論を使っています。簡単に言うとドレミファソラシドにある1音6フラット6を足して、コードを足していく感じだね。そうすると1度2度3度4度5度フラット6度6度メジャー7度1度という感じでコード出来上がるんだな。でこのディミニッシュのところっていうのが不安定だよねっていうところで見ていくとこれ5度なんだな。なのでトニックと5度を、スケールの中でもコロ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 動かしているという感覚になります。でここではちょっと厄介なのでこれ以上言及はしませんが、もし興味がある方は、バリー・ハリスセオリーの動画を探していただくか、レイ大家ジャズギターラボで一緒に勉強していきましょうという理由があって、トニックの中でもちょっと安定したり不安定だったりっていうのが繰り返されて最後に落ち着いた感じが出てきます。はい、という感じでフレーズの解説は以上になりますが、まだここで終わってはいけません。これからはよりスムーズにセッションで自分のフレーズとして出る、第一歩のトレーニングやっていきましょう。何をやるんだお皆さんと。はい、まだ一つのポジションでしかやってませんよね。なので他のポジションでもやっていきましょう。はい、いかがでしょうか。これちょっと音域が広いのでオクターブねうまくこう同じように綺麗にできないんですけども、そういう時はどうするかっていうと、これ基本的に音が高くいくのでどっかで折り返してオクターブ下に行ったりするようにします。そうするとね、かなりこれね指板の構造に強くなっていきます。こういうトレーニングすごい大事です。こういうのを積み重ねていくと他のフレーズでもすごい生きてきます。なので遊びながらね、こう指板を探しながらやってみてください。はい、ということでまだ終わりません。なんでだと、はい、まだ一つのポジションでしかやっとらんがね。だもんで他のポジションでもどんどんやってこまい。はい、12キーやれとは言いません。一つ違うキーでいいです。なのでこうやって自分の好きなキー嫌いなキーどこでもいいです。で C でやるメリットとしては、ドレミの歌とかで C ってみんな慣れてるので数えやすいので、そういう意味でも意外とここにフラットに戻るっていうのはすごい大事になってきます。ということで最後に僕が適当に2回しアドリブをしてみます。最初に僕が適当に弾いてこのウエス・モンゴメリのフレーズにつなげてみます。はい、いかがでしょうか。こんな感じで自分のフレーズからこのウエス・モンゴメリのフレーズにつなげたり、逆にしっかりねやってみたりすることによってより自分のフレーズになっていきます。セッションでもより活躍するようになっていきます。なのでこういう感じで楽しく練習してみてください。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄に書き込んでいただければ大変励みになります。で特になんとも思わなかったよって方がおりましたらコメント欄で、そうめんとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということでニューヨークもだいぶ暑くなってきましたね。そうめんが恋しい季節になりましたね。
そんな私レイダーゲですけども、Facebook や Twitter、Instagram などどえらい低頻度でやっておりますので、そちらの方ぜひともフォローしていただきつつ、おみやさんなんか書きゃとぜひとも、コメント欄で何か突っ込んでみてはいかがでしょうか。ということで皆様日頃からいつも温かい応援大変ありがとうございます。 CD の売れ行きも上々でございますので、まだお手元にない方はぜひともお近くのディスクユニオンさんに行って受け取り等々をしていただければ、もちろんオンラインでも購入できますので、ご検討よろしくお願いいたします。ということでですね、最後にですね、スーパーサンクスなどをしていただきますと、私レイダーゲのテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。